皆さんこんにちは、フジロクです。今回は 300% 成功するシュークリームを作っていきます。かなり詳しく説明しますので、よかったらノートを取ってご覧ください。まずはカスタードクリームを作っていきます。ボウルに卵黄、そしてお鍋に牛乳を入れてグラニュー糖を半分ずつ入れます。牛乳は弱火で温めておきましょう。そして牛乳を温めている間に卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるまで泡立てていきます。卵黄とグラニュー糖をしっかり泡立てることで空気が含まれ、後で熱い牛乳を入れても固まらなくなります。続いてコーンスターチを入れていきます。コーンスターチはカスタードクリームのとろみ漬けになります。代用品で片栗粉でもできなくはないのですが、少しざらついた感じに仕上がってしまうので、必ずコーンスターチを用意しましょう。牛乳とグラニュー糖がこのように沸騰直前まで温まったら、卵黄のボウルに一気に注いでいきましょう。牛乳がすべて入ったら泡立て器でこのように優しく混ぜ合わせていきましょう。ここで泡立てる必要はありませんので、優しく混ぜ合わせてください。できたらお鍋に戻しましょう。この時卵の辛さなどが入らないように茶こしでこしてお鍋に戻していきます。茶こしでこすと面積が小さいので、こすのに時間がかかってしまいます。もしあればこのように粉ふるいでこしてもらうと早くこすことができます。はい、ここ大事なポイントです。泡立て器とゴムベラは洗い物につけずにこのまま置いておきましょう。カスタードを炊く時に使います。それではカスタードを炊いていきましょう。火加減は弱火から中火の間です。まずは耐熱ゴムベラで底を混ぜながらとろっとするまで火を入れていきます。必ず耐熱ゴムベラを使ってください。安いゴムベラで作ってしまうとゴムベラが溶けてしまうことがあります。必ず耐熱ゴムベラを用意しましょう。ダマになっても構いませんので、少しドロッとするぐらい、これぐらいまでしっかり炊いていきます。そしたら一度火を止めて泡立て器に持ち替えていきましょう。泡立て器に持ち替えて、そして火を止めた状態でよく混ぜ合わせていきます。こうすることでダマの部分が取れて、そして全体的にクリーミーで滑らかなカスタードに仕上がります。ここが大事なポイントになります。ゴムベラで炊いてしばらくしてドロッとしたら一度火を止めて泡立て器で混ぜる。これをやるとほとんどカスタード失敗しませんので、よかったらやってみてください。それでは引き続き炊いていきます。先ほどで完成ではありません。カスタードクリーム見た目とろっとして出来上がりに見えるのですが、しっかり火を入れないとサルモネラ菌という菌が繁殖してしまいますので、必ず火を入れてとろっとしてツヤが出るぐらいまで炊いていきます。そして炊く時にこのようにお鍋を持ち替えるというのをおすすめします。前で炊いて、次は横で炊いて、お鍋を動かしながら炊いていきましょう。お鍋の手前の部分は四角になっていて、よく皆さんここを焦がしてしまいます。なのでこの四角になっている部分を炊くために横にずらして混ぜる。そしてまた前に戻ってくる。この繰り返しでお鍋を動かしながら炊いていきます。およそ3分から5分炊いたら完成です。しっかりツヤが出て、そしてサラッとした状態が正しいカスタードになります。仕上げにコク出しのためのバター、そして香りのバニラを入れていきます。今回使用したのはこちらバニラビーンズのペーストです。バニラビーンズのペーストでも構いませんし、バニラエッセンス、バニラオイルでも構いません。バニラビーンズを使う場合は牛乳を最初に温める時に一緒に入れてあげてください。できたらバットにカスタードを流していきましょう。カスタードは必ず急冷をさせてください。そのままほったらかしにしておくと表面も乾燥してしまいますし、雑菌が繁殖してしまいます。必ずこのようにバットに流して、そして密着ラップをして空気に触れさせないようにして、すぐに冷やしていきましょう。
カスタードを冷蔵庫で冷やしている間に続いてシュー生地を作っていきます。まずは薄力粉をふるっていきましょう。今回使用した薄力粉は6キッチンブレンドのお菓子用の薄力粉になっています。よかったら概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。続いてお鍋に牛乳、お水、バター、グラニュー糖、お塩を入れて沸騰させていきましょう。詳しいレシピは概要欄に記載してあります。そちらをご覧になってください。はい、こちら必ず沸騰させていきます。牛乳とお水って油と水分なので分離しちゃいますよね。沸騰するとこのように一瞬だけ混ざるんですね。この混ざった瞬間めがけて小麦粉を入れて、そして混ぜ合わせていくと綺麗なシュー生地になります。すごく大事なポイントなのでよかったらメモをしておきましょう。沸騰したところをめがけて粉を入れる、ここがポイントです。粉を入れる瞬間に必ず火は止めておきましょう。火をつけっぱなしにしてしまうと粉が舞ってしまいますので、必ず火を止めて入れてあげてください。そして火を止めた状態でしっかり混ぜ合わせていきます。粉っぽさがなくなるまでしっかり木べらで混ぜていきます。ここは木べらで作っていきましょう。ゴムベラだとゴムベラ柔らかすぎて混ぜにくいので木べらがおすすめです。はい、それでは今から編集なしノーカットでお届けします。よかったら同時進行で作ってみてください。火加減を中火ぐらいにして生地をしっかり炒めていきます。しっかり生地を炒めることでこの後卵が入るのですが、卵がしっかり混ざってよく膨らむシュークリームになります。炒めが足りないと卵が入ってべちゃべちゃしてしまって膨らみが悪くなってしまいますので、しっかりここは炒めていきましょう。炒める時のポイントはこのように木べらで切るようにして炒めてください。切ってそしてひっくり返す、切ってひっくり返す。こねるというよりは切るイメージで炒めていくといい生地に仕上がります。鍋底に薄い膜が1枚張るぐらいまでしっかり炒めて水分を飛ばしていきましょう。鍋底に張り付いた生地は木べらでこそぎ落とさなくても大丈夫です。この生地は使わない生地です。これを中に入れてしまうとシュー生地ボソボソしてしまいますので、この鍋底に張り付いた生地はもったいないですが捨ててしまいます。この炒めた生地だけ使います。できたら生地をボウルに取り出し、そして広げておきましょう。ここが大事なポイントになります。生地をこのまま熱いまま卵を入れてしまうと卵が変に固まってしまうんですね。なので少し1分ぐらい冷やしてから卵を入れるときれいに混ざります。お鍋はこのような状態になっています。フッ素加工でツルツルのお鍋で生地を炒めてしまうと生地の見極めができませんので、必ずシュークリーム作るときはステンレスもしくはアルミのお鍋で作ってください。それでは生地に卵を入れていきます。ここからがとても大事なところになるのでしっかり見ていきましょう。まず卵ですが1回目3分の1を入れて混ぜてください。ある程度混ざって硬さが出てきたら2回目の卵を入れていきます。2回目の卵も一気に加えてしまって大丈夫です。3回目の卵は少しずつ数に分けて加えていきます。シュークリームの卵はレシピに記載されているグラム通りになるとは限りません。生地の炒め方だったり小麦粉の種類だったりいろんな要素が関係して卵のグラムは毎回変わってきます。なので卵は一気に入れずに3回目は少しずつ入れて微調整して生地の状態を見極めるというのがシュークリームを膨らませる大事なポイントになっています。3回目の卵は大さじ1ずつ調整して入れていきましょう。卵は常温のものを用意していただいた方がきれいに混ざると思います。これでも硬さはもう少しですね。では卵少し足していきます。卵を入れすぎたらもう元には戻れないので必ず3回目の卵は微調整しながら少しずつ入れていきましょう。
この混ぜる作業は結構力が必要なので、必ず木べらで混ぜてください。ゴムベラで混ぜることもできるのですが、ゴムベラは先端が柔らかくしなってしまいますので、木べらでしっかりこねていきましょう。はい、チェックしてみます。ちょっと硬いですね。これでも少し硬いぐらいです。では続いて卵、少しだけ加えていきます。はい、では混ぜ合わせていきます。もうこれで完成だと思います。卵少しだけ、小さじ1ぐらいは余りましたが、およそだいたい 125g の卵が入りました。できたかどうかのチェックは、このように生地を1箇所にまとめて一気にすくって落とす。そして落とした時に綺麗な三角形ができていたら完成です。別のアングルでも見てみましょう。生地を一気にまとめてすくって落とした時についた木べらの生地が綺麗な三角形になっていれば完成です。これを目安に卵を入れてみてください。生地ができたら絞り袋に生地を入れていきましょう。絞り袋に生地を入れるときはゴムベラの方が使いやすいので、木べらからゴムベラに持ち替えておきます。今回使用する口金は直径が 1.5 センチ丸の口金を使っていきます。生地が出てこないように絞り袋を口金の中に折り込んで、そして絞り袋を大きく広げていきましょう。それでは絞り袋に生地を入れていきます。生地を入れやすいように、まず片方に生地を集めていきましょう。生地のおよそ半分ぐらいをゴムベラですくって絞り袋の中に押し込んで入れていきます。これを繰り返し生地を絞り袋の中に入れていきましょう。ボウルに残った生地はこのようにお腹の方にボウルを寄せて、そして絞り袋を持っている左手の肘で挟んでボウルを回転させながら生地を取っていきます。このやり方が難しい方はコップなどに絞り袋を置いて両手を使って生地を入れてあげてください。それでは生地を絞っていきましょう。今回は12個分絞っていきます。シュー生地を上手に絞るポイントは、口金を天板からおよそ1センチ外した状態で動かさずに絞るというのがポイントになります。よかったら口金の先に注目してみてください。丸く絞るので、皆さんイメージされているのは下から上に持ち上げて絞っているのかなと思ってしまいがちなんですが、実際はこのように口金は動いておりません。1センチほど外した状態で絞る、そして切る、これを繰り返して12個絞っていきます。平べったく絞ってしまうと膨らみが悪くなりますので、このようにドーム状になるように絞ることを意識してやってみましょう。余った生地はシュー生地の上に絞るのではなく、中に絞っていきます。口金を生地の中に突き刺して中に絞っていきます。小さいのと大きいのがなるべくできないように、均等になるように生地を足していきましょう。シュー生地は口金の中にも入っています。なのでこのようにして親指でぐっと押し込んで生地を出していきましょう。シュー生地を全部絞り終えたら、最後に絞り袋自体をお掃除していきます。絞り袋を一度広げていきましょう。くしゃっとなっているところがないようにきれいに絞り袋を広げていきます。そして絞り袋の端っこから口金に向けて、このようにカード、パンをこねる時に使うカードで口金に向かって生地を集めていきます。
こうすることで絞り袋の中のシュー生地も集まってきますし、後で洗い物する時にすごく楽ちんになりますので、よかったら覚えておいてください。最後にシュー生地の大きさを確認して小さいものに生地を足していきましょう。最後まで生地を使い切って全部が終わったら仕上げに卵を塗っていきます。卵が余らなかった場合は新しい卵を用意する必要はありません。こちらはお水でも構いませんので、しっかり表面を整えていきます。卵をつけて表面をきれいに整えていきます。表面をきれいに整えないとこの形のまま焼けてしまいますので、必ずきれいに表面をツルツルに整えていきましょう。表面をきれいに整えたら180度に予熱したオーブンでおよそ40分焼いていきましょう。ご家庭のオーブンによって個体差がありますので、およそ目安は180度40分になります。私が使用しているオーブンは東芝の石窯オーブンです。シュー生地を焼いている間にカスタードクリームを仕上げていきましょう。生クリームを 100g 9分立てにカチカチに泡立てていきます。ハンドミキサーにこのようにくっついてきて、しっかりとしたクリームですね。角が立ってからしばらく経っててちょっとボソボソになる手前です。はい、ここでポイントです。シュー生地は焼けたらこのようにチラッとチェックして膨らんでいるのを確認して閉めて10分放置します。放置することによって乾燥焼きをしています。そうするとシュー生地がさらにパリッと仕上がりますので、焼けたらすぐに出すのではなく、焼けたら電源を切った状態で10分間放置してみてください。それではカスタードの続きをしていきましょう。冷蔵庫で冷やしておいたカスタードを一度ボウルに取り出します。このようにつるんと剥がれたらいいカスタードが炊けている証拠です。カスタードをボウルに取り出してゴムベラで柔らかくなるまでほぐしていきましょう。カスタードクリームをしっかりほぐしておかないと、後でクリームを絞るときに口金の中で詰まってしまうことがあります。なのでこのようにしっかりと柔らかくなるまできれいにゴムベラでほぐしておきましょう。柔らかくなったら先ほど泡立てた9分立ての生クリームを入れて混ぜ合わせていきます。この生クリームにはお砂糖は入っておりません。カスタードが甘いので砂糖はなしで生クリームを立てています。そして混ぜ合わせるのですが、マーブルがいいという方はこのように少し混ぜてちょっと残った段階で止めていただいて構いません。私はマーブルの方が好きなので、この少し筋が残った状態でいつも残して絞っています。10分後のシュー生地がこちらです。180度で40分焼いた後に電源を切ったまま10分間オーブンの余熱でパリッと仕上げました。後ろを見て平らであれば完成です。こちらがくぼんでしまっていると卵の塗りすぎだったりしますので、まっすぐになっているかどうかチェックしてみてください。それではシュー生地をカットしていきましょう。半分で切ってしまうとクリームがあまり入らないので、6対4ぐらいの割合でカットしていきます。下が6、上が4ですね。でカットしたらこの中の綿の部分、この綿の部分をきれいに取っていきます。クリームをたくさん入れたいのと、この綿の部分はあまり美味しくないので、使わない方がサクッと美味しいシュークリームに仕上がります。食べれなくはないので、これよかったらつまみながら綿を取るというのをやってみてください。シュー生地の中の綿をきれいに取りました。蓋の部分も取っておいた方がクリームたっぷり入ってサクサクで美味しいので、全体的にきれいに綿を取り除いておきましょう。それではクリームを絞っていきます。先ほどシュー生地で使った絞り袋と口金をきれいに洗って、
カスタードクリームをこの中に詰めていきましょう。クリームを詰める時にまずはこのカットした断面のところまで詰めていきましょう。最初からたっぷり詰めてしまうと後で足りなくなる場合もありますので、初めは肩の同じぐらいの高さに詰めて、そして余ったらこのようにまたシュー生地に生地を足した時のやり方と同じように口金をクリームの中に刺して膨らませて足していくという風にするときれいにクリームが絞れます。横から見るとこんな感じです。カスタードクリームは使い切りの量になっています。もし作ってみてカスタードが余るようであれば、シュー生地の膨らみが足りないということになりますので、それを目安に作ってみてください。クリームが全部絞れたらシュー生地の蓋をかぶせていきましょう。少し斜めにかぶせてクリームがちょっと見えるぐらいにするととても可愛く仕上がります。仕上げに泣かない粉糖をかけて完成です。こちらの粉糖はデコレーション専用の粉糖になっています。最近だとダイソーとかでも売ってますので、そちらでデコレーション専用粉糖というのを買ってみてください。普通の粉糖をかけてしまうと時間が経つと溶けてしまいますので、必ず泣かない粉糖で仕上げましょう。はい、こちらでシュークリームが完成です。シュークリームの食べ頃は当日から翌日になっています。できるだけお早めにお召し上がりください。それでは皆さん頑張ってシュークリーム作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。